こんにちは。お元気ですか？本日は6月4日の水曜日でございます。この前はライブ配信2回目ありがとうございました。ちょっとね、パソコンで始めたらパソコンのマイクが音声拾わないっていうトラブルがあったんで、なんやかんやでね、スマホでやっちゃいましたけれども、なんかね、次回からはね、またパソコンでやりたいなって思います。スマホとかだとね、やっぱかなりスマホの近くに寄らないと音声拾わないっていうのもあって、ちょっとね聞きにくいだろうなと思いつつ、いっかと思いながらやってました。なのでちょっとねグダグダな感じで終わりましたけれども、やっていくうちに慣れていくでしょうっていうことで、とりあえずね内容がどうあれ、とりあえずね月1ぐらいでは習慣としてやっていきたいなっていうふうに思います。はい。何ですかね。今日喋ることと言ったら、最近はちょっとお菓子をばっか食いしちゃったなとか、それくらいですかね。うん。あんまりこう食いすぎないように、この欲のコントロールみたいのをそこそこはしてたつもりなんですけれどもね。この前ね、ちょっと生理になった日に、すごいなんかこう、なんですかね、生理の日ってこう、すごいそわそわ落ち着かないみたいな感じってあるじゃないですか。で、なんかこう、食べないと甘いものとかが妙に食いたくなって、こう食べないとこう、落ち着かないみたいなね、なんか2回同じこと言っちゃった。そんな感じで、あの、ライブ配信の日だったんですけど、配信前にはセブンイレブンで買った割れせんとビスコをちょっと食べて、ちょっと食べてっていうか全部食べて配信が終わった後とかもね、なんかこう体がこうだるいのと、なんかこう気持ちがそわそわ、なんか食わずにはいられないみたいな、なんかだるくってしょうがなくってみたいな、そんな感じになって、またねいそいそとスーパーに出かけてね、お菓子買ってきて、その日は結構むさぼり食ってましたね。今日はもうダメだ、いっぱい食いたい日だみたいな感じでね。確かね麦チョコと、なんだったっけな、麦チョコと羊羹と、あとごまあんパンと、あとしょっぱい系で袋のせんべい、ポテトチップスみたいに袋の中で個包装になってない袋のせんべいと、なんだっけな、あと1個買ったなあ、ルックだ。チョコレートのルックってあるじゃないですか。板チョコみたいになってて、板チョコじゃなくてこう、なんだ、板じゃないけど1ダースとか入ってるやつ、そのルックを買ってきて、それを一気食いしてましたね。だから久々にちょっとお菓子若食いしちゃったわとか思いつつ、生理だからしょうがねえかとか思いながらね、なんかそんな感じでね。で結局その日はだるくって、うわダメだ今日何もする気起きねえと思って、シャワーも浴びれず、歯も磨かず、そのまま寝落ちしましたね。あのライブ配信の日だわ。そうそう、だから次の日の朝起きて、歯磨きせずに寝ちゃったわみたいな、そんな感じで、歯を磨いた後に朝しっかり歯を磨いて、糸ようじもして歯をすっきりきれいにしました。なんだろう、それくらいかな、ここ最近の話すことって。ああとね、私は普段こう YouTube 見るの大好きなんですよね。もうテレビはもう何年も前から、もうだいぶ何年も見てないですけども、その代わりに YouTube がね、逆に見すぎちゃってちょっと良くないなって思っちゃうぐらいなんですけども、でここ数日ちょっとハマったってほどじゃないんですけど、面白かったのは、あの前のてかライブ配信でもちらっと言いましたけど、あのちょっとたまにクラシック音楽を YouTube で検索して聴いたりとかするんですよね。もう最近は CD とかも全部処分しちゃったので。で、あの最近もね、このバッハの曲ね、無伴奏チェロ組曲とかをね、こうちょっと検索してちょっと聞いてたりしてたら、YouTube がね、今度またクラシックをおすすめで上げてきたりとかするんですよね。そういうのを何回か聞いたりとかすると。
で、そんなにね今クラシックの気分じゃないなと思いつつ、なんでだろう、すごい思い出したのが、シューベルトの、あれこれシューベルトだったっけ、魔王って曲あるじゃないですか。あのなんかこうドイドイなんだろう、ドイツわかんない、ごめんなさい、すんごい適当なこと言ったかも。あのすごい不穏な曲調のピアノの伴奏から始まって、こなんかこう歌がある、ドイツ語かなあれ、なんかこう何言ってるかわかんないけど、ファーザーなんたらかんたら魔王が来るよみたいな、そんなあのなんかそれって中学校の時の音楽の授業でやったんですよ。で多分これって全国的に中学校の音楽で習いますよね。なんでだろうってすごい今になって不思議に思ったんですよね。そう、なんかクラシック関連でなんとなくふと思い出したんですよね、魔王のことを。で私結構あの曲好きだったなと思って真面目に音楽の授業でさ習わされて、歌わされはしたかな、歌わされたかな。でこれがどういうストーリーでみたいなのも音楽の先生が説明してくれて、なんかそれが受けたっていうか受けたっていうような、悲しいストーリーなんですけども、お父さんがさ息子を抱えてこう馬で走ってて、息子がこう「お父さん魔王が追いかけてくるよ」みたいな。でなんかお父さんが「それは木のざわめきだよ息子よ」みたいな感じの、なんかウケると思って。でなんかそれ関連で思い出したのは、あのえっ、とね漫画、多分リボン、連載はリボンだったと思うんですけれども、岡田アーミンっていう漫画家がいたんですよ。一応少女漫画家なのかな。それを思い出して、その岡田アーミンの漫画の中で魔王がね取り上げられてたんですよ。でなんかねストーリーとか全然覚えてないんですけど、その魔王が描かれてる絵とそのコマの部分だけすごいこう記憶に残ってて、なんかこう馬に乗ってるこうお父さん魔王が怖いよとかなんか書いてあってるそのコマの部分の絵とかだけ思い出してて、だからその魔王のなんかを引用してなんかこうあれだったんでしょうけど、それがなんかめっちゃおもろくて、ちょっとネットで今どっかで検索できないかなと思ったんですけど、岡田アーミンとかはいろいろ検索できたんですけど、そのコマの部分はちょっとこう検索できなくて、ちょっとねいつかちょっと岡田アーミン今このタイミングで読み返したらすげえ面白いんじゃないかなと思って思い出しました。今の若い子たちにちょっと読んでほしい。中学生とか高校生とかで今さコミックシーモアとかさ、そういうこの電子コミックのあれとかで全然普通に昔の漫画とかが気軽に読めるから、またちょっと岡田アーミン流行ってほしいなって思いましたね。ちょっとねあの時代の平成の最初かな、多分平成の最初だと思うんですよ。魔王を私が習ったのが中学校何年生か忘れたけど、1年生だか2年生だか分かんないけど忘れたけど、魔王っていうのをその音楽の授業で知ってる後に岡田アーミンのその漫画を読んで魔王だって認識できたぐらいなんで、つまりあの頃は平成だから、多分平成の初期に書かれた漫画なんじゃないかなっていうふうに思います。はい。でね、なんかちょっとそれで昔の漫画とかを思い出して、でなんかそれ関連でそれ関連なのかわかんないけど、こういろいろね最近、世の中もねすごいぶっちゃけ混沌としてますよね、いろいろと。身近なことだとやっぱり米どうなんのこれみたいな、米農家さんいなくなっちゃうんじゃねえかとか、単純にこの米の価格多分落ちないだろうなっていうか、米の価格は下がらないし、米不足は続くし、なんかそのうち外国米とかが普通に入ってきちゃったら怖いしっていうか嫌だし、なのに減反政策は実質終わってねえしみたいな、なんかマジで普通の一般市民として怖いんですけどみたいな、怖すぎみたいな、
まるでこうじわじわと兵糧攻めが始まってるみたいで、マジで怖いわみたいな。しかもなんか外国産の米を食べるしかないくらいの米がどんどん減ってきちゃったら、いわゆるその小麦粉と同じようにさ、米もこうコンテナとかで船でやってくるわけでしょ。だからそのグリホサートですよ。えっと防腐剤、小麦粉と同じようにグリホサート米を食べるようになっちゃうわけじゃないですか。でそれって多分食品表示法だっけかなんかで表示する義務って多分ないですよね、あれって。だって小麦粉、外国産の小麦粉とかでグリホサートっていうの見たことないですから、その食品のパッケージにね。めっちゃ怖えと思ってなんかああいうのって多分こうその健康被害の直接的な相関性みたいのってなかなか食べてすぐじゃないからさ、10年20年とかで出てくるものでしょうし、直接的な病気以外にもちょっとしたこう精神の病とかそのね、そういうちょっとこう発達障害とかそういうところにも微妙に関係してくるとか、そういうのも出てくると思うので、これが原因でこうなってるとかそういうのも難しいと思うんですよね。全体的にだから日本の人の健康が弱るっていうのは言えると思う。怖とか勝手に思ったりとかしますね。でもう一つ最近はやっぱりこうインターネット、YouTube とか X とかね、いろいろ SNS とかがね、たった10年くらいですごい勢いで台頭しまくってきた生活にこんなに入り込んできて、いろんな情報を一般人が得たりとか、逆に発信したりとかね、その数とかそのバラエティというかがすごいわけですよ。で逆にすごく有名な人とかね、政治家とかもね SNS で普通に発信できるようになって、それは良い部分もあるんですけれども、この受け取る人間がね、もう本当に玉石混交というかね受け取るスキルが必要になってきた時代だなみたいなことを最近よく感じますね。こういかにもこう正しいことを言っていて、世の中の正義の味方みたいな人が言ってることも、こっちからしたらそれが本当に真実なのかとか、その背景がどうなのかとかいうのを確認しようがないですからね。なのでなんですかね、いろいろ難しい時代だなっていうふうには思いましたね。で最終的には何が判断基準になるかっていうと、自分の勘だなっていうふうに私的にはね思うんですけどもね。そんなことを思ったりとかしつつ、なんですけれども、それでふと思い出したのが最近ちょっと岡田アーミンのことを思い出したせいで、昔の漫画っていうところにね、なんとなくこうフックがかかったんでしょうね。でこう最近こうインターネットとか AI とかね、そういうのがめちゃめちゃこうリアルな日常に、しかもすごいスピードでこう出てきたじゃないですか。10年前と今を比べてみれば、この生活の中で目にするとか、もしくはすでに生活の中で使われているとかね、そういうのを全然こう10年前と比べてみればすごいわかると思うんですけども、なんかねなんだろう、こう都市伝説じゃないけど、都市伝説もしくはこの未来予想とかね、そういうのをしてた未来、例えば今現時点での未来ってどうなんだろうって常にこう思いますけれども、逆を言うと20年前30年前の自分からの未来が今確認できてるわけで、なんかねそう思ったらね、昔の漫画でね、少年漫画マガジンの漫画で MMR っていうのがあったのを覚えてる方もいるかと思うんですけれども、マガジン週刊月刊週刊かな、ちょっと覚えてないんですけど、でもマガジンなのは絶対なんですよ。だって MMR がマガジンなんだったっけ、マガジンの M、マガジンミステリー
ミステリーマガジンミステリー研究所の MMR です。マガジンミステリーラボラトリーかの MMR っていう漫画があって、なんか3人組の若い男性がなんかこうなんだろう、あれ一応今から言えば都市伝説っていうことになるのかな。いろいろ未来はこういう風になってしまうんじゃないかみたいな、例えばこうノストラダムスの大予言的なこととか、あとはなんかすごいよく覚えてるのが富士山の噴火で日本沈没とかね、そういうのをいろいろ科学者とかデータに基づいてこう日本はこのままだとこうなってしまうとか、こういう可能性があるみたいなね、そういうのをこう漫画でやっていくっていうのがあって、なんかそれをなんとなくふと思い出して、でその中にごめんなさい、もう内容は全然覚えてないんですけれども、あれ何年前だ、それも私が中学生ぐらいにすでに読んでた気がするから、30年前とかもっとか30年以上前とかだと思うんですね。30年以上前で、その頃なんたらかんたらで、これは実はサブリミナル効果がなんちゃらでとか、このままこのなんだろう、この科学のなんちゃらが発展していってとか、だから30年前って言ったらね、Windows94 とかの時代かな。まあだからこのインターネットとかも一応あるけれども、まだこうパソコンこう立ち上げてウィーンって言って立ち上がるのに2分ぐらいかかってイライラするっていうねそういう時代ですよ。なんか普通の電気屋でパソコン買うのが高すぎて、パソコン雑誌の裏になんかこう広告が載ってたところでパソコンをネットで購入したりとかした思い出がありますまあそういう、まあとにかくそういうインターネットがまだ一般的ではない時代だって、私パソコン持ってて、パソコン使えるって言い方変なんですけど、地元の友達にパソコン使えるなんてすごいねって言われた記憶があるくらいなんで、それで別に私ベルメゾンのネット通販とかをしてたくらいなんですけど、やってたの、まあ、とにかくそういう時代ですよ。だからその時に MMR でなんだっけ、木林、ごめんなさい、違ったらごめんなさい、この主人公のメガネ男子が木林とかが、これがサブリミナル効果のなんちゃらで、このようにしてこう知らない間にこう洗脳されているとかね、なんかそういうなんとかになっていってしまう恐れがあるんだみたいな、なんかそういう漫画もあったと思うんですよ。ちょっとストーリーは全然覚えてないんですけど、なんかこうサブリミナルとかね、そういうことをやたら洗脳とかね、そういうのをやたら言ってた記憶があるんですけど、この30数年経った今、全然もっとカジュアルに洗脳されてて、もっとカジュアルに当たり前のようにサブリミナル効果使われまくってるわって今思ったっていうね。そうそうで、昔その漫画を読んだ頃に予想してたのとは違うのは、今言ったカジュアルにっていう感じ、雰囲気的に。だからやばい、これはもう人間の精神が侵略されているとか、国民全部でマインドコントロールされてるんだみたいな、そういう危機感的な雰囲気じゃなくて、多分もっとこう知らない間にぽよよよみたいな家畜です幸せなヤギさんですみたいな感じで多分なっててっていう感じなのかもなっていうふうに思ったりしました。だからみんなそれを便利に使ってて、それでハッピーにもなってて、なんだろう、だけど水面下で実は何かが侵食されているっていうのはおそらくあるのかもしれないなと思いつつっていうでもなんて言うんだろう、そんなにこうすごくこうネガティブな雰囲気に、分かりやすくネガティブな雰囲気にまみれているわけではないというか、まあ、それとはまた別の方向からいろいろね、なんかこう海が表面に出てきてみたいな感じで、ちょっとみんなやばくねとか怖くねみたいな感じにはなっていますっていう、ある意味こう過渡期
ではあるんだろうなっていうふうには思いますね。でこう SNS がここまですごく日常でどんどん来てて、それを見る人間のこのなんていうの、本当に精査するスキルは結果的にこの野生的な勘に返っていくんじゃないかなみたいな、一周回って野生的な勘が一番正しいですみたいなとこになってくんじゃないかなみたいなね、知らんけど勝手にそう思ってるみたいな。でちょっと怖いけど、ある意味壮大なこのゲームをしてるみたいな、神様視点、自分を俯瞰してみるとなんかそれはそれでとんでもねえ感じに今なってるけど、それはそれでゲームとしてはまあ面白いなっていう感じではありますね。なんか結構ここ数年でいろんな災害とかね、災害もそうだし、コロナとかもそうだし、すごいこと結構起こったなっていう風に思いましたね。結局なんやかんやでその大きい災害とかで人口もちょっと減りましたし、コロナとかでもね世界的に人口がちょっと減ったりとかして、普通にね日本人のその平均寿命とかもねずっと伸び続けてたのにちょっと下がったりとかしましたもんね。なんかそれって実はなかなかすごい世の中のしれっとなかなかすごい変化起こったなっていうふうに思ってるんですけども、すごく大変なことがねここ数10年とか20年とかですごくたくさん起こったんですけども、ただねこれは私もね直接的な被災を受けたわけじゃないからそんな気軽な立場で言えるのかもしれないですけれども、やっぱちょっと人間の人口とかがいろいろ増えすぎてて、結果的になんやかんやで人口が減る何か出来事が起こるべきして起こるべきしてって言うべきじゃないんですけれども、なんやかんやで起こったということを考えた時に、直接的なこの兵器とかで人間が人間を直接的に殺めるような戦争でなくてよかったなっていうふうに思ったりとかしましたね。もちろんコロナがね本当に人為的ではないとは言い切れないし、それはちょっとわからないところではあると思うんですけれども、ただそれでもね直接人をこの武器とかで殺めるとかそういう時代では多分もうないし、そういうことではなくてよかったのかなっていうふうには思いますね。そういう意味では子供を産むお母様が減ったというより結婚する人が減ったからってことか。一人のお母さんが子供を産む人数は別に減ってないってよく言いますもんね。つまり独身のままとか生涯子供を産まないっていう方が増えて結果的に人口が減ってるっていうことだと思うので、ある意味人口が減少してってるのと AI によってこの人のマンパワー的なものがそんなにいらなくなって仕事にあぶれるっていう人が出てくるのであれば、AI の台頭と同時にある意味それはバランスが取れてるような気もしちゃうんですけども、そうすると結局仕事つけないとね今の仕組みの中ではねご飯食べれないってことになっちゃいますから。だってお金を払ってでしか食料が入手できない世の中ですからね。なのでそういう意味では手が空いてる人はとりあえず自然環境の中で畑耕したりとか、ちょっと数パーセント自給自足のあれをしとくといいなっていうふうに思いましたね。全てお金を払って全てその何か購入するっていうところであるとね 100% そこで消費税をかけてるっていうことになっちゃうので、いろいろこの力のなんていうの、そういう差も生まれやすいし、やっぱりそれとは関係なく自分一人で完結できますっていうかね、自分一人で食物を
入手してますみたいな、つまり育てて自分で食うとか、自分で取りに行って自分で取ってくるとかね、そういうことができると、そういうバランス、そのパワーバランスみたいなのもね、若干ね、自然な形でね、ね、首根っこ掴まれてるのが 100% じゃなくて数パーセント減るだけでも、そのバランスっていうのは整ってくるんじゃないかなって、すいません、この理屈は全然あれなんですけど、エビデンスとかがあってとか、なんかの記事を読んでとかじゃなくて、なんとなくそう思うなっていうふうに私が勝手に思っただけなんですけれども、その方が狂う人も減って、自然にちょっとずつ正常なというか、何が正常なのかがわからない世の中ですけども、ちょっとなんかおかしいなっていう人だったり団体だったり、なんかそういうのが減るんじゃないかなっていう気がわかんないけどしたっていうか、なんかめっちゃ不思議なんですけど、人間ってどうせ100歳ぐらいまでしか生きないじゃないですか。100年ぐらいしか。そうすると世の中の中でいろいろこう先生と呼ばれる人だったりとか、そういう一部利権でなんかね、狂ってるっていうか、もしくは操られてるのか、そういうなんかよくわかんないけど、とにかくこれなんか一般庶民が結局搾取されてる仕組みになっちゃってるなっていうのは妄想じゃなくて、これどう考えてもそうとしか思えないし、おかしいなってことが結構やっぱあるじゃないですか。だからということは、それをしたいっていう人がいるわけで、単純にすっごくこのお金が欲しいとか、この立場が欲しいとか、なんか人の上に立ちたいとか、優位性とか権力が欲しいとか、もしそういう理由とかねでやってるんだとしたら、どうせ100年で死んじゃうのにそこまでは必要ないんですよねっていうか、多分自分が生きてる100年の間にその享受した悪い方法ででも何でも享受したものを自分がハッピーになることに使って、お金、例えば分かりやすくお金だったら、いいもん食っていいとこ住んで面白いとこ行ってっていう、そういうのとか、あといろいろ経験もできるしとか、あと人から敬われたりとか、この自分の欲みたいのを満たされたりとか、そういうのでもどうせ100年くらいで死んじゃうから、そこまでね継続してその利権とか悪いことしてまでっていう必要、その人の人生の中での幸せキャパ超えちゃうぐらいなんじゃないって思うんですけど、だったら自分の子孫に残して、さらにその子孫がつっても、別に自分死んじゃったらね、その子孫がどうとかあんまあれだし、そもそもそれを残すことによって子孫が同じ DNA 受け継いでるとは言っても、それがハッピーなことかどうかは分からんし、みたいなことを考えると、何ですかね、それも結局人間が全員100年以内に死ぬっていう体を持っていながら、こんなに長年にわたってこういうことをしてるっていうのはどういう理屈なのかなみたいなしかも結構ハッピーじゃきっとないだろうなみたいな感じじゃないですか。なんかそうするとなんなんだろうなっていうふうに思いますねっていうふうに思ったっていうことは、なんかやっぱり人間以外に100年以上生きる何かがあって、そういう人たちがさらに人なのかどうかわかんないですけど、なんか操ってんのかなとか、ちょっとこれマジで都市伝説とかオカルトみたいな話になってますけど、でもなんかそうでも考えないと、どうせ100年で死んじゃうのになんでそんなことやってんのかなっていうのがだってどうせだったら楽しく100年生きた方がいいじゃないですか。で人からなんか恨まれたりもしたくないし、
崇められても多分こうなんかねちょっとねそれが本当にこういい感じでっていうわけでもないだろうし、なんか不幸せそうなんだがみたいな。だったらまあどっちかっていうと平均値よりちょっとお金は小金持ちぐらいに持ってた方がいろいろできてハッピーだろうし、それで性格良くて友達いっぱいいて人間関係で楽しくてとか、そうした方がいろんなタイプのいい心よい感情、楽しいとかハッピーな感情を味わえて、絶対こう人生100年生きる上ではお得だと思ったけどっていう。だからなんでこう悪い人たちってそんな悪いことを頑張ってしてるのかなっていうのが不思議に思ったっていう話でございますね。なんかね、なんか本当にこう話はちょっと戻りますけれども、今こういうふうに情報がこうなんだろう、あっちからぶつかってくるようにどんどんこっちにやってきて、玉石混交のね、何が玉で何が石なのかはしかも勘でしか結局わかんない、結局のところはみたいなところになってくるんですけど、まあ自分で調べられるって言ってもその調べられるそのデータとかね、もしくは論文とかだってね、その論文のスポンサーはどこなのかとかね、そこぐらいまでしかどうせ調べられないと思うしね、わかんないですよね。本当リアルな自分の周りのことでしかわかんないですよね。そうそう、それでなんかこうオカルトだとかファンタジーだとか、なんかこう非科学的なことを信じてるやつはバカだとか、なんかそういうこうちょっとそういう風潮ってあったりとかするじゃないですか。よく言うスピリチュアルとかね。なんだろうな。でもなんかね、逆にその非科学的なことを一切信じないみたいな人の方が洗脳されやすかったりとか、詐欺に騙されやすいんじゃないかなっていうふうに思ったりとかするんですよ。その非科学的と言われていることとか、スピリチュアルとか言われていることとかって、なんかそれなんでスピリチュアルだというふうに信じるかっていうと、誰かが科学的に解明してないから、それはね多分事実じゃありませんとか、そういうことじゃないですか。その科学的に解明いずれできる可能性があることもあるじゃないですか。なんだろうな、分かりやすい例で言うと、例えば量子力学とかですかね。ちょっと私も詳しくないですけれども、例えばこう人の過去は変えられないとか、タイムマシーンとかはファンタジーだとか、そういうのあるじゃないですか。だからそういうのとかも今はその科学っていう分野ではある意味この量子もつれとかね、よく言いますよね。そういうので場合によってはこの過去の出来事もこうそれ変えられるというかね、そういう証明ができるっていうかね、そういうのとかなんかね、あと未来のこととかもね、なんかいろいろありますよね、そういうの。だからなんていうのかな、この科学的にこう証明されてないからそれはばっかじゃねえのって言ってる人って、その世の中的に科学的にこれは証明されてますって言ってることをただ単純にそれを鵜呑みに信じてるだけの人ってことじゃないですか。だからでもわからないなっていうこのちょっとしたスペースを残しておけない人の方がちょっとなんか洗脳されやすそうっていうかっていう気はしますね。なんかこうっていうふうになんとなく思ったりしてるっていう話なんですよ。だから例えばその人が中世ヨーロッパとかの時代に生きてたら、あいつは魔女だ、それは魔女の仕業だ、魔女狩りだとか言ったら普通に信じてあいつは魔女だとか言って、その辺の女性の人とかをね密告したりとかするかもしれないですね。わかんない。ちょっ
とこれだと例がごめんなさい。この例はちょっとおかしかった。ちょっと違うかもしれない。そうそう、なんかね、そんなことを思ったりとかして、だからあとはこう人間の五感ってあるじゃないですか。目で見えること、耳で聞こえることとか、鼻で匂いがかけることとか、あとはなんだろう、触感感覚、こう触れてこう感じれるものとか、味覚とかもだし、だからそういう五感で感じれないものを第六感とか言ったりとかするじゃないですか。だからその例えば幽霊とか、あとなんかこう虫の知らせとか、そういうつまりそれもちょっとこうそんなの信じてるなんてバカじゃねっていう風に言われるとこのゆえんでもありますけども、一つの例として。でもそれってなんかおかしいなって思ったりとかするんですよね。その目で見えるとか耳で聞こえるって言いますけども、それってあなたが持ってるその2つの目ん玉での能力で見えるだけの範囲のことですよねっていうことで、例えばあなたは3キロ先のものが見えるかもしれないけど、なんとか族の人は10キロ先とかすごい先のものが見えるわけじゃないですか。だからあなたがその10キロ先のものが見えません、見えないからそれは存在してませんって言ってるのと同じことってことですよね。この例はちょっとあれだったか。原子レベルで小さいものとか目では見えないですよねって言った方が分かりやすいですかね。目の前にあったとしても、目に見えないからそれは存在してませんって言っても、すごいこの原子レベルとかのちっちゃいものとかはただあなたの中では見えてないだけで存在してますよねっていう。鼻とかでもその匂い全然しないから匂いはありませんって、匂いの分子は飛んでませんっていうかもしれないですけど、あなたの鼻がその匂いの分子をキャッチできてなくても、その横にいるワンちゃんはその匂いを嗅いでますっていうこともあるし、そうするとその匂いの分子はそこに存在していないのですかって言ったら、存在してなくないですよねっていう風に捉えられると思うので、音楽とか耳とかもそうですよね。その周波数がキャッチできてないだけで、そのね、この高い周波数とか低い周波数とか、どっちだったっけ、老人になってくると高い周波数とかが聞こえないとかいうのもあったりとかするじゃないですか。それって身体機能の差ってだけなんで、そういう感じで言うとなんですかね、存在してるしてないとかの部分の境界線もあやふやなんで、目で見えないからないでしょ、ばっかじゃないの、だって見えないじゃんって言ってる人の方がなんかこう洗脳されやすいような気がするなっていうか、そうそう、要は人が言ってることとか、そういうこれはこうです、科学で証明されてこうですって言ってることをそのまま鵜呑みに信じてるっていうだけなので、だから昔のさ、地動説とか天動説とかさ、地球が回ってるわけねえじゃん、ばっかじゃねえって言ってる人ですよね。地球の周りを他の惑星が回ってるんだよ、だって見えるじゃんみたいな、そういうことですよね。だからそういうことだなっていうふうに思ったって、何の話ですかね。とにかく昔の漫画、岡田アーミンとかね、MMR とかね、ちょっと懐かしい。ごめんなさい。多分ね、私くらいの年齢より下の人は分かんないと思う。私今48歳ですけど、そうだな、40代前半くらいの人はもうすでに分からないかもしれないですね。でもちょっとね、面白い漫画なんでね、あと MMR とかもね、今、MMR が書かれた時のすでに未来になってる今の視点から読んだらすごい面白いんじゃないかなっていうふうに思ったりとかしましたね。はい。なのでね、電子書籍とかそういうので読んでみても面白いかもしれないななんて思いました。ということで、それではまた。